立体的な刺繍か、ただの遊び心でやって投稿したらすごく反響があって、インスタグラムのフォロワー数は今4万6千人ぐらいだったと思います。私は、刺繍画家で多分2012年か2013年ぐらいに始めました。結構食べ物を刺繍することが多くて、その食べられない刺繍糸を使っていかに美味しく見せられるか必死に縫いました。うな丼は別に刺繍で縫って、なんか立体的に食べているように撮影してます。こうポットから流れるコーヒーの部分を糸にして作ってます。コーラはシュワッと泡が炭酸が出るところを糸にして撮影してます。最初、多分後で見てもらったらわかると思うんですけど、最初の辺はそのグラデーションとかも全くつけてなかったですし、その立体的にするっていう能力っていうんですかね、その時はどうやっていいかもよくわかってなくて、フレンチノットの腕を磨きたかったので、これだけを毎日ひたすらやっていて、で250個からは他の仕事も受け入れつつ並行してやっていこうって決めたんですね。もちろん他の刺繍も楽しいんですけど、フレンチノットの方がもう群を抜いて一番好きです。点描画のようにどんどん点が集まって絵ができていくんですけど、グラデーションもすごく綺麗につけやすいんですね。デザインによるんですけど、一番最初この辺りは、3時間とかでできてたんです。どんどん時間が長くなっていって、今では短くても8時間とか、長かったらもう2日とか3日とかかけて作ります。朝4時か5時には起きて、前日に完成した作品を結構朝に撮ることが多くて、で6時ぐらいに夫のお弁当を作って、で7時ぐらいに行ってらっしゃいってして、でちょっと軽く家事をして、そこからずっと刺繍して、糸が500色ぐらいあるんですけど、だいたい見本の写真を見ながら糸バッと選んで刺繍をしていきます。まず丸く切り取る範囲が決まったら布に下絵を描きます。私もともと飽き性で一つの物事にそんなに集中できなくて、不器用だねとかずっと言われてて、でも刺繍を始めてからはもう、目もいかないぐらいものすごく自分に合ってるというんですかね。やっぱり刺繍でちゃんと自分自身と向き合って自信もつきましたし、夫がサポートしてくれて、すごく感謝してますね。作ったもので皆さんが喜んで楽しいですね。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。